アンニョン、シオニムです。この間は日本の情勢と韓国の情勢の違いについて話してみました。なので今日は韓国の男性と日本の男性の違い3つについて話してみたいと思います。自分は日本に来て3年6ヶ月ぐらいで、日本の男の友達はもう50人ぐらい、もうそのぐらいおると思うんで、普段自分が感じた日本の男と自分が感じた韓国の男の違いについて話します。あともちろん人によって違いますし、あと韓国は地域によって結構性格が違いますよ。平均的に自分が感じた話について話します。ほんまに韓国のソウルの男とブサンの男は性格が違うと思います。自分はブサン人です。これはまた今度ソウル人連れてきて話してみたいと思います。あと韓国の男性が大好きな方に、ドラマとアイドルは現実と違います。人間というのはどこの国も一緒です。韓国人が好きやから韓国人と付き合いたいなって思う方はいいんですけど、国籍じゃなくてその人をちゃんと見てから付き合ってほしいです。それじゃないとほんまに絶対後悔します。後悔してる人のお話聞いてみたら、それは韓国でもゴミの人間です。なので韓国じゃなくてその人をちゃんと見たら後悔しないと思います。最初からいきます。最初はファッションです。まず日本のファッションからいきます。日本はほんまにめっちゃいろんなファッションがあると思います。あといろんな髪の毛もあるし、流行りよりは自分が好きな個人の個性がちゃんと反映する感じがします。韓国と比べたらほんまに細い方が多いと思います。ちょっと羨ましい。自分ちょっと細くなりたいんですよ。なれないけど、ほんまに日本に来て結構いろんなファッション、似てるファッションがほぼないことに見てびっくりしました。じゃあ韓国はどう違うか話してみます。韓国もいろんなファッションがあるんですけど、似てる感じがよくします。韓国はこの流行りにちょっと敏感なので、その流行りを追う場合が多いんで、結構似たようなファッションになる場合が多いです。髪の毛もそうやし、服もそうですし。でもちろん似たような感じなんですけど、流行りも種類によって全然分かれてるんで、ちょっとずつは違うファッションになります。比較的にちょっとガタがいい、あと身長がでかいかなって思います。自分的には結構、自分が好きなファッションは結構細い方が着る服が好きなんで、自分的にはちょっと細くなりたいと思います。身長小さそうってよく言われるんですけど、一応181センチに今77キロぐらいになります。あと韓国はブランドをちょっと気にしてる感じです。ブランド品大好きな感じはします。あとはスキンケアとかちょっと簡単なメイクやる人は結構おるかなって思います。日本の方は簡単なメイクとかスキンケアはあんまり見えないかなって思います。もうやってる方がおるかもしれないんですけど、自分の周りはあんまりなかったかなって思います。じゃあ次に表現です。さっき日本の男、日本は韓国ぐらいに表現が直接じゃないって感じがします。直接じゃないのに可愛いとはよく言う感じがします。あと日本の男性は決まってるルールっていうか、決まってる枠っていうか、それをちゃんと守ろうとやってる感じがします。韓国はそうじゃないの？それは後で言います。あと必要以上の関係はあんまり作らないようにやってる感じがします。どんな話というと、韓国の話します。韓国は比較的にストレートな表現が多いです。なのでちょっと回して言うのがあんまり好きじゃない方が多いです。もう自分もそうだし、韓国で回して言ったらそれで揉めるかもしれないんです。と韓国はその決まってるルール、決まってる枠をちょっと潰して、新しいもの、新しい感じで新しいことでやってみたいと思います。あとは友達、恋人、家族をよく気にします。なので情っていうかな、これはいい部分もあると思いますが、日本の方から見たらこれは気にしすぎって思うかもしれないです。なので日本はその必要以上の関係はあんまり気にしない方がおる気がするし、韓国は必要以上の関係までめちゃくちゃ気にする感じがあるんで、これは人によって好みが分かれると思います。あと韓国はマザコンが多いとよく言われるんですけど、自分はちょっと悪いかもしれないんですけど、1ヶ月に1回も連絡するかしない場合が多いです。はい、マザコンではないです。悪い子かもしれないです。これはでもほんまに性格によるかなと思います。じゃあ3、
恋愛文化です。日本から行きます。自分の周りの日本の男は結構自由な傾向があります。なんか韓国は割と嫉妬とか束縛結構あると思いますが、日本はやっぱなんか個人の時間とか個人を尊重してくれる感じがするんで、友達みたいな恋愛をする感じがします。記念日を気にするのはあんまり見えなかったなって思いますね。韓国は記念日が多いんで。日本は最初と後だからもう1年2年が経っても変わらないと思います。自分が日本の男ではなくて正確には知らないんですけど、皆さんがもっと知ってますよね、どんな感じか。自分はよくわかんないんで皆さんが教えてください。では韓国行きます。韓国はどこでも愛情表現が豊かだ。日本の方から見たらちょっと負担ですよね。でも韓国ではちょっと恋愛表現が多い感じです。連絡がとっても早くてイベント日を大事に考えます。だから日本は付き合って1ヶ月2ヶ月っていう場合が多いと思いますが、韓国は100日200日300日とか日を分けてイベントとか記念日として気にしてる場合が多いと思います。付き合ってからリレー設定する方が多いんですよね。あとなんか中学生とか高校生がよくするのはトゥートゥっていうものがあります。トゥートゥは22日トゥートゥって言いますが、やっぱり中学生とか高校生は長く付き合う場合が少ないんで、22トゥートゥとか50日100日を記念日として準備する人が多い感じがします。もちろん大人になったらなんかトゥートゥとかは全然しないんですよ。50日もあんまりしないかも。でも100日は結構大事に思う方が多いと思います。あと韓国は日本と比べてちょっと独占欲とか嫉妬が多いかなと思います。なのでいつも一緒にいたいっていう人が多いですね。あと韓国の男の恋愛スタイルなんですけど、韓国の男はちょっと火みたいな性格をやってるんで、最初はほんまに夜にある星も撮ってくれるぐらいにめっちゃ優しいし、何でも早いし何でもやってくれるんですけど、だんだん時間が経ったらその高度がちょっと減ったり返信もちょっと遅くなったりやるんで、行動がちょっと変わるんで、それでよく喧嘩する場合が多いかなって思います。あと韓国ゲーム好きな男が多いんで、韓国で有名なゲームロールやってて連絡が繋がらない、はいもうよくあります。それで韓国ではそのロールしながら連絡してくれたら、これは本物の愛だ言われるぐらいです。このような日本の男と韓国の男の違いについて話してみたんですけど、人によって違うと思いますが、自分はこんな感じで感じました。皆さんはどう思いますか？皆さんの意見もぜひコメントでお願いします。そしてチャンネル登録、高評価お願いします。ではまた次の動画で戻ってきます。アンニョン。